ごきげんよう。占い師の麦穂杏です。人間の悩みの9割って実は人間関係って言われてるんだけど、やっぱり占いのご依頼でも人間関係に関する悩みって多いんですよね。人間関係うまくいかないなって悩むことありませんか？他にも職場の人とうまく馴染めないとか、人間関係、友達付き合い疲れる、こういう悩みって私自身も経験があるし、人間関係でうまくいかないことが続くと、もしかしたら私って誰からも好かれないっていう勘違いにつながることもありますよね。でも実はどんなに素晴らしい人でも100%全員に好かれることっていうのはないんです。今日は人間関係を楽にする262の法則と占いを掛け合わせた対人運アップの方法をお伝えしていきます。私自身もこの方法を知ってから人間関係に対する考え方が変わって、人付き合いで疲れることってぐーんと減りました。もともと交流会とか勉強会みたいなコミュニティに参加するのが苦手だったんだけど、そういう場所にも楽しく参加できるようになってきましたよ。よかったら最後まで見てみてね。今回の目次はこんな感じです。1、262の法則とは？ 2、対人関係を味方につける方法。3、占いと人間関係を紐解く。4、まとめという構成でお送りしていきます。1、262の法則とは？ 262 の法則とは、どんな集団でも好意的な人が2割、中立な人が6割、好意的でない人が2割に分かれますっていう風な法則のことを言います。つまり、必ず合わない人が2割はいるんです。なんであの人は私を嫌うんだろうって言って悩む必要って全然ないんだよね。この法則はイタリアの経済学者ウィルフレド・パレートさんが提唱したパレートの法則から派生した概念として知られています。人間関係で100人の人がいたら、20人の人はあなたが何をやっても何を言っても好意的に捉えてくれます。そして同じく20人の人はあなたに対して何をやっても好意的でない反応を示すんですよね。そして残りの60人はもうそもそもどう転ぶかもわかんないんだよね。これは会社の人間関係とか自分の周りのね、身近な人間関係だけじゃなくって、 SNS とかそういったね、インターネット上での関係でも同じことです。今回の動画ではみんなに分かりやすく伝えたいので、便宜上好意的な人を味方、好意的でない人を敵っていう風に表現してるんだけど、これ注意してほしいのは、善悪をジャッジしたりとか対立関係を促すものではないので、ただの今回は記号として使ってるよっていうのだけ頭に置いといてね。ここでみんなに質問なんだけど、あなたは味方、好意的な人、この2割の人を大事にできてる？次のパートに移るのでちょっと考えてみてね。2、対人運を味方につける方法。疲れない人間関係を身につけるためには、味方の2割を見つけることっていうのが大切です。だって、この味方の人たちは、あなたが何をしても何を言っても基本的にあなたのことを肯定してくれるからです。味方の2割を大切にする。すでにあなたを応援してくれる人と深くつながる。無理に敵の2割を味方にしようとしない。どこかに必ず2割は味方がいてくれるっていう風に考えれば、タイミングが悪く変な人が現れたとしても自分が悪いわけではなくって、敵の2割がたまたま来ちゃっただけなんだなっていう風に気づくことができるよね。中立の6割を味方にするには、まずは話してみる。相手のことを知るっていうことが大事です。星占い的にはコミュニケーションを司る水星星座をチェックしておこう。自分の話し方の癖を知っておけると、相手と会話が噛み合わないとか、認識に齟齬が出やすいポイントに気づくことができるよ。星占いについては、もうちょっとね、次の後のパートで詳しく説明させていただきます。最後に、
敵の2割には執着をしない。合わない人はどんなに頑張っても合いません。自分らしくいられる人間関係を選んでいこうね。離れていく人には執着しても仕方がない。残念だけど、変えられるのは自分の行動とその行動から得られる結果だけなんだよね。また、この敵2割っていうのはあなたがいるステージによっても変わっていくよ。人間関係が変わっていくのは自分のステージが変わったから。人が入れ替わることは自然に起きることだから、気にせず今自分を肯定してくれる人に意識を向けていってね。私も初めは262の法則を知らなくって、こういう占い師としての活動を始めた時に否定的な意見ばっかり来たらどうしようとか、占いって怪しいんじゃないのっていう風な意見が来たらどうしようってめちゃくちゃ内心ビクビクしていたところがあるんだけど、実際に配信活動や配信をしていたら、むしろ好意的な人が周りに集まってきてくれたんだよね。このチャンネルもそういう私を好意的に捉えてくれる人たちに支えられながら運営できています。いつも本当にありがとう。じゃあ、どんな人との出会いを大切にすると人生が開けるのか、これもお話ししていきます。3、占いと人間関係について。ちょっとね、ここから占いの視点から人間関係について解説していくね。そもそも自分はどんなタイプかっていうのを占いを通じて考えてみましょう。ちょっとだけ前知識として星占いの話をさせてください。テレビの占いなどの12星座占いでよく言う〇〇座。これは厳密に言うと太陽星座という呼び方をします。丸月丸日生まれの時、太陽が何座に位置しているかを太陽星座は表していて、これは例年大体同じ月日で同じ星座を太陽が通過していきます。私をはじめプロの星占い師はこの何月何日生まれという情報だけではなくって、あなたの生年月日や生まれた時間、生まれた場所というデータをもとにして、あなたが生まれたその日、その時間に宇宙がどんな絵を描いていたかを図に起こして星占いをします。太陽だけではなくって月や水星、火星、金星、木星、土星、天王星、海王星、冥王星とかね、いろいろな惑星の位置関係などを見ていくんだよね。星占い的に考えていくと、各惑星ごとに司っているものがあって、太陽は社会や人に対してどう振る舞うか、そして月は心の安定、安心できる人のタイプ、恋人との相性とかもね、月星座で見たりとかするんだよね。こういうものを元にして星占いをしていきます。これを人間関係に当てはめて考えていくと、例えば太陽が獅子座、月が牡牛座の場合には、太陽星座が獅子座の人は自己表現をしてどんどん目立っていくことで、自己開示や自己表現をすることで開運していくタイプ。目立つ言動をするから好意的でない2割ができやすいけれども、好意的な2割の人たちっていうのは熱烈に応援してくれるっていう可能性があります。月星座が牡牛座の人は一人の時間を意識的に作ってリラックスするのが大切。恋人や家族がある程度放っておいてくれる時間も月の牡牛座の人には必要です。自分の時間を味わうと心が落ち着きやすくなっていきます。実はこの太陽獅子座、月牡牛座っていうのは私自身のことなんだよね。太陽星座らしい振る舞いを意識したことで好意的に捉えてもらえる人が増えたなっていう自覚と一緒に、どんどん自分がどういう人なのか、どんなことをしたいのかっていうのを知ってもらえて、今では占いのご依頼でも〇〇さんから紹介してもらってみたいなお客様も増えてきました。麦穂さんとこの人が会ったら面白いビジネスになりそうだよねって思ってるみたいな感じでね、お声掛けやお誘いも結構いただけるようになってきました。私自身が動いていく自力の部分だけじゃなくって、周りの人が助けてくれる他力の部分も自然に引き寄せられるようになってきました。特に最近は天秤座さん、蟹座さん、お羊座さん、なんかみんな活動的な星座ですね。
この3つの星座さんに助けてもらってるなっていうふうに思います。今の麦穂はこの星座の人たちと相性がいいんだろうなっていうふうに感じています。もちろん他の星座さんたちにも助けてもらっていて、見えないところだったりで支えてもらっているのも感じてます。いつも本当にありがとう。まずは自分の星座がどんな開運方法を持ってるのかなっていうのが知りたい方は、12星座別開運方法というシリーズでお話をしてるので、よかったらこっちの動画もね、見てみてください。自分の星を知ることで、どんな人との関係を大切にするべきかや、自分自身の心と体のメンテナンス方法がわかるよ。自分のホロスコープを知れば、人付き合いももっと楽になります。4、最後のまとめです。262の法則を知ると、人間関係の悩みが減る。ホロスコープを活用すると、どんな人との縁を大事にするといいかがわかる。味方2割を大事にして、中立6割の人たちも徐々に味方にしていこう。この法則を知ってから、私は人に嫌われることを極端に怖がったり、不安になることっていうのが減ったよ。本当に人間関係がめちゃくちゃ楽になった。あなたも262の法則、ぜひ意識してみてね。さらに、ホロスコープを見れば、どんな人との縁を大切にすると運が開けるかっていうのもわかるから、本当に100人力って感じです。ホロスコープを見てみると、自分に合う人ともっと楽しく付き合えるようになったり、無駄な人間関係に悩む時間が減ったり、毎日がもっと快適になる。こんな変化がね、ありますよ。自分のホロスコープをチェックして人間関係をもっと楽にしてみたいなっていう方は、概要欄をチェックしてみてくださいね。自分の星を知ると人生が変わるぞ。この動画が参考になったら、チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。これからもみんなの悩みを自分の行動や思考法で開運しやすい方向へ変えていけるような動画をどんどん作っていきます。ぜひ応援してね。